スンナ派とシーア派での偶像崇拝の厳格さの違い。イントロダクション。イスラム教において、偶像崇拝は厳格に禁止されていますが、スンナ派とシーア派ではその厳格さに違いが見られます。今回は、ズンダモンと四国メタンが、両派の偶像崇拝に対する考え方の違いについて、対話形式で解説していきます。この違いは、イスラム教の歴史的背景や教義解釈の違いから生まれたものです。偶像崇拝の基本的な考え方。イスラム教では偶像崇拝がダメなのは分かったのだ。でも、スンナ派とシーア派で違いがあるって本当なのだ。そうね。両派とも偶像崇拝を禁止しているけど、その解釈と実践方法に違いがあるの。特にスンナ派の方が厳格な立場を取る傾向があるの。これはクルアーンの解釈方法の違いから来ているのよ。クルアーンではどう書かれてるのだ。クルアーンではアッラーの他に神はなしという一神教の考え方が強調されていて、偶像を崇拝することは厳しく禁じられているの。これは両派で共通の理解なのよ。スンナ派の立場。スンナ派ではどんな考え方をしてるのだ。スンナ派は預言者ムハンマドの言行や伝統を特に重視しているの。クルアーンとハディースに基づいて、あらゆる形の偶像崇拝を厳しく禁止しているの。宗教的な像や絵画の制作も避ける傾向が強いのよ。具体的にはどんなことが禁止されてるのだ。例えば人物や動物の像を作ること、宗教的な指導者の肖像画を掲げること、写真を使用することにも慎重な立場を取ることがあるの。特に礼拝書では幾何学模様や植物模様の装飾のみが許されているのよ。シーア派の立場。シーア派は違うのだ。シーア派も基本的には偶像崇拝を禁止しているけど、解釈がやや柔軟なの。特に預言者の家族に関する描写については比較的寛容な立場を取ることがあるわね。でもこれは偶像崇拝というよりも尊敬の表現として捉えられているのよ。預言者の家族への敬意はどうやって表現されてるのだ。シーア派のモスクや宗教施設ではイマーム、アリーや他のイマームたちの名前を装飾的な書道で表現したり、彼らにまつわる歴史的な場面を描いた絵画を飾ることもあるわ。ただこれらは崇拝の対象としてではなくて、教育的な目的や敬意の表現として使用されているのよ。現代での実践の違い。今の時代ではどんな違いがあるのだ。スンナ派のモスクは装飾が比較的シンプルで、人物像などはほとんど見られないの。一方シーア派のモスクではより装飾的な要素が取り入れられることがあるの。ただどちらもアッラーの像を作ることは固く禁じられているのよ。今の技術との関係はどうなのだ。デジタル技術の発展で新たな課題も生まれているの。例えば宗教的指導者の写真やビデオの使用について両派でいろいろな議論が行われているの。スンナ派は依然として慎重な立場を保持する傾向にあるけど、シーア派ではより柔軟に対応していることが多いわね。まとめ。スンナ派とシーア派は、共に偶像崇拝を禁止する立場をとっていますが、その解釈と実践方法には違いが見られます。スンナ派がより厳格な立場を取る一方、シーア派はやや柔軟な解釈を持つ傾向にあります。ただし、両派ともアッラーの偶像化は、絶対に認めないという点では一致しています。これらの違いは、両派の歴史的背景や神学的解釈の違いを反映したものであり、現代社会においても重要な意味を持ち続けています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。